こんにちは、ひまわり花子です。今回は、次に呼ばれる良い仕事は改編版を占います。今回は、前にも一度占っているのですが、ルノルマンカードのスプレッドのグランタブローを使って、新たに占ってみようと思います。私はですね、公の場でグランタブローをするのが今回が初めてになるので、頑張って占ってみようと思います。それでは次の選択カードからお好きなカードを一つ選んでください。2択になります。オラクルカード27番のカードを選んでいただいた方、今回は次に呼ばれる良い仕事は改編版を占います。まずこの占いのテーマについては、四隅のカードを見ていきます。淑女のカード、手紙のカード、狐のカード、山のカードが出ています。淑女のカードは、この占いを見ていただいている方の性別が男性でも女性でも、今回はあなたと読みます。話は脱線しますが、反対にこちらの紳士のカードは、あなたにパートナーがいらっしゃる方はそのパートナーになります。まだいらっしゃらない方も、グランタブローは左から右に向かって時間が進んでいって、一番右がもちろんこの先にも続いていくんですけれども、とりあえずこの占いでは一番遠い未来が、この展開ですと山のカードが一番遠い未来になりまして、あなたのすぐ隣の列にご縁のあるパートナーのカードが出ていますので、もうすぐ出会えるのではないかなと思われます。パートナーが関係ない場合は、あなたに影響を与える異性がこちらのカードになります。今回は次に呼ばれる良い仕事がテーマですので、話は次の仕事の話に戻します。続いて、狐のカードが出ています。狐は専門的な仕事を表します。そして、手紙のカードですね。手紙はメールや公的文章を表します。また、山は障害や道のりを表しますので、総合して考えてみますと、サポートセンターでメールやチャットを使って障害対応をするようなお仕事や、事務所で契約書を作ったり、書類の作成方法をご案内している仕事がまず考えられます。専門的ということですと、手紙と山のカードを合わせて読んで、山は国境を表すこともあるので、パスポート関連のお仕事や空港でのお仕事なども考えられるでしょう。次に先頭の3枚のカードで次に呼ばれる良い仕事についての詳細を見ていきます。淑女、子供、ハートになります。この3枚のカードを素直に読みますと、あなたは子供を愛していますということになります。それなので、子供関連のお仕事も検討されているようです。教育関係や子育て関連のコーチングをするお仕事などでしょうか。また、将来ご結婚されたら、子育てを中心にして負担にならないような仕事をしようと考えられている可能性があります。おそらく次にするお仕事はうまくいくでしょう。
それはこのままその専門的な仕事を未来へ進んでいくと、あなたのカードを右側の未来へ向かって見ていきますが、こうですね。どうなるかなのですが、まずハートの隣のクマですね。クマは母親などを表していたり、上司やパワーのある人を表します。次に家のカードが出ておりまして、未来はあなたはお家では権限のある人になっているでしょう。大黒柱になる可能性があります。また、リモートワークなどでご自宅でお仕事をするようになるのではないでしょうか。次の蛇のカードはおそらく今回は複雑な仕事などを表しているかと思われます。ただ、この蛇の影響はありますが、下にクローバー、太陽、馬のポジティブカードが並びますので、この蛇の悪い面は太陽などで打ち消される形になりますので、もし、今からですね、ここが今の時系列なんですけれども、今から少し先の未来に一時的に複雑な問題などが出てきたとしても、あなたはうまく乗り越えて、星のカードで仕事仲間やお客様をうまく導けたり、お仕事を再開することができそうです。そして手紙へ続いていって、そのお知らせをすることができそうです。今度はですね、この下にある4枚のカードで、今すぐあなたがすると良いことを占います。まず、コウノトリのカードが出ています。コウノトリは海外、ライフスタイルの変化、旅行などを表します。続いて、花束のカードが出ておりまして、あなたが過去にしてきたことに対しての贈り物、美容院に行ったり、ご自身を美しくすることなどを表しています。続いて、無知のカードが出ております。無知は繰り返すこと、調べたり、議論したりすることを表します。そして、鳥のカードが出ておりまして、こちらは話すこと、SNS などで伝えること、心配事などを表します。それなので、次に呼ばれる良い仕事をする前にやっておくといいこととして、今回は読みますが、やりたいことや行きたい旅行などがあれば、今のうちに調べておいて、よく検討して実行しておくといいでしょう。鳥のカードが最後に出ているので、それを SNS などで発信をしてもいいでしょう。心配事がある場合は、人に聞いたり、よく調べてみてください。それなので、お仕事が始まると、しばらくは子育てやお仕事で忙しくなりそうですので、次の仕事までは思いっきりリフレッシュをしてくださいね。グランタブローという展開方法なのですが、今回ですね、グランタブローはデッキを36枚すべて展開しますが、すべてのカードを読む必要がない占いなので、今回は次の仕事に関係することだけを占いました。最後に選んでいただいた27番のルノルマンカードも少し読んでみます。こちらは心の平和や安心、貴族意識など人が故郷に求めているものなどを表すカードということなのですが、これからのあなたはその故郷のように、もしあなたやあなたの周りに何かあったとしても、愛する気持ちを忘れずにいられる尊い方になるでしょう。それなので、時間のある時はあなたが気分よくいられるように好きなことをしたり、気の合う人と過ごしましょう。愛が感じられる場所があなたの故郷、ホームになります。次の職場も
あなたがいれば雰囲気の良い職場になるでしょう。参考にしてみてください。オラクルカードの40番を選んでいただいた方、今回は次に呼ばれる良い仕事は改変版を占います。まずこの占いのテーマについては四隅のカードを見ます。人、ネズミと庭園と花束のカードが出ています。木は健康や人間関係、根を張ることから成長などと表します。ネズミは減少や疲れなどを表します。庭園は人が集まる場所、イベント会場などを表します。花束はあなたが過去にしてきたことに対するプレゼント、美的センスの必要な職業などを表します。それなので、おそらく次にあなたに来る仕事は何か美的センスの必要な仕事でしょう。デザイナーだったり、アーティストだったり、美容師ですとか、花屋さんなどが考えられます。庭園のように自然に少し人の手を加えたものとも関係があるでしょう。木とネズミが出ているので、そのお仕事は今までも長く続けてきたお仕事のようです。ネズミは細かく動いているイメージもありますので、器用に作業などをする仕事のようですが、気力と体力も必要なようです。イベント会場の技術の仕事をされている方の場合もあるようです。次に先頭の3枚で次に呼ばれる良い仕事についての詳細を見てみます。木は仕事の成長と今回は読みます。コウノトリはライフスタイルの変化や移動、旅などを表します。ユリは日常や平和、調和などを表します。大きな仕事とも読めます。それなので、これまではコツコツと作業をこなされていたのですが、さらに生活を豊かにするための大きな仕事が来る可能性があるでしょう。今回の占いを見ているあなたのカードは、こちらの淑女のカードになります。視聴者様の性別は関係ありません。ちょうど真ん中の列にあなたがいますね。ここが現在の時系列になります。ユリのカードを右へ見ていくと、過去から未来に進んでいくのですが、雲、子供と来て、子供のカードを下に見ていくと、あなた様がいらっしゃいます。雲は先が読めない。子供は新しいことなどを表しています。雲、子供を合わせて読むと、新しいことをしたいが、メンターがまだ現れていないと読めます。グランタブローは、上のカードが下のカードに影響を与えると言われていますので、あなたのカードの左側には、希望の仕事を表す星のカードが出ているのですが、上のカードが雲、子供なので、あなたはやりたいことはあるのですが、現在どうしたらいいのかわからないかもしれません。その理想の仕事は星の上の熊、太陽が出ているので、そして熊の左側には紳士のカード、あなたのパートナーと思われる方や、熊紳士なので上司や親代わりの人と思われる人の等なので、会社で公募しているようなお仕事だと思われます。募集がかかっている可能性があります。とすると、その人がメンターになりそうなのですが、熊の上に雲が出ているので、何かの理由があって難しいか、あなたの苦手な人なのでどうしようか迷っている可能性もあるでしょう。
子供の下に山、無知と来ているので、山は挑戦をする大きな仕事を表し、無知は調査、調べること、練習を表しますので、あなたはそれをどうにかできないか現在迷っているようです。グランタブローは一番上の行と自分のカードが出ている行が大事なので、ここですね。これからの未来になるカードを右に見ていきますが、どうやらこの先の未来はネズミのカードがネガティブカードで、手紙のカードはニュートラルのカードなのですが、それ以外は馬とハートと魚と花束になるので、あなたはうまく調べられて、そのチャンスをつかめる可能性がありますので、曖昧なところをちゃんと調べて、思い切って飛び込んでみるといいかもしれません。馬、手紙で良い知らせ、ハート、魚であなたの情熱がお金や金運アップにつながりますと読めます。それなので、あなたが今いいなぁと思っている仕事はぜひ挑戦をしていただきたいです。それでは話は変わりまして、次はあなたが今すぐにすると良いことを下の4枚のカードに出しましたので見てみます。怒り、犬、家、鎌になります。まず怒りはセキュリティや資金面や愛情面の安定をさせることが大事なようです。続いて犬のカードですが、こちらは誠実に人に対応をしたり、何か手伝いそうなことがあれば手伝ってあげるといいでしょう。家のカードは家のことや不動産、プライベートを表します。鎌は農工具なので、刈り取ること、来た仕事をしっかりこなして収穫をすることが大事なようです。特に家鎌は家の修繕なども考えられますので、自分の家もそうなのですが、隣の犬のカードとコーナーのネズミのカードを合わせて読んで、パートナーや友人の家の修繕なども手伝ってあげてもいいかもしれません。木のカードの人間関係と庭園、社交場のカードが出ているので、次に来る良い仕事なんですけれども、会社の健康診断のですね、医療従事者の方ですとか、温泉で働く場合もあるかと思われます。木の健康と人が集まる場所ですね。そのような場所も含めてお手伝いをすると、お金にはならないかもしれませんが、人間関係構築のためにすると、花束が来るかもしれません。一つ気になるのは、あなたの上司や親代わりの人が斜め下に棺、塔のカードが出ているので、塔は大学病院などの大きな病院ですね。十字架と組み合わせて大きな病院というような意味があって、棺は寝ているなども表しますので、入院と解釈をすると、現在ですね、お仕事を入院のために休まれている可能性があるので、それで募集をしているお仕事に対しての疑問をその上司の方にですね、相談などができないのかなと思いました。それでは最後に選んでいただいた選択肢40番のオラクルカードの方からもあなたに伝えたいことがあるようなのでお伝えします。こちらのリーダーに従うことについてのカードなのですが、わからないことがあれば、あなたが信頼、尊敬をする人に教えてもらってももちろんいいでしょう。もし信頼、尊敬をできる人に
けない場合は、あなた自らが手本となって人を率いてほしいと、私たちより少し魂のレベルが高次の存在が伝えています。勇敢なあなたは、これまでに良い結果が得られたことや、うまくいかなかったことも含めて、様々な経験をされましたので、その経験から得てきた知恵を使えば、十分良いリーダーになる素質があるでしょう。その経験を生かして人を率いて育てていくといいでしょうということでした。すみません。あとですね、この上司の方をご自宅で回復させると安定するというような意味もありますので、お医者様とですね、よく相談をされて決めていただければいいかと思います。参考にしてみてください。エンディングです。今回は次に呼ばれる良い仕事は改編版を占いました。いかがだったでしょうか？今回は初グランタブロー動画を作ってみました。私なりに頑張りました。撮影に広いテーブルなどが必要なのですが、私の家には置いていないので、家にある敷きマットレスなどを使ってなんとか撮影をしました。グランタブローはまだ私の経験とデータが浅いので、台本も今回初めて作りましたので、変な箇所があったらすみませんなのですが、この動画は不特定多数向けの占いになるので、そして今回は2択ですので、見ている方全員に全部の内容が当てはまるとはさすがにちょっと思ってはいないのですが、何かピンとくる部分ですね、がありましたら参考にしていただければと思います。それなので、がっつりとご自身の占いをご希望される場合は、ここならになってしまうのですが、有料の占いもしておりますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。あと、高評価とですね、チャンネル登録、コメントを書いていただけますと、私も大変励みになりますので、本当に嬉しいので、気に入っていただけたらで構いませんので、よろしくお願いいたします。それではそろそろ動画を終わりにしようと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またね。バイバーイ。